これは大相撲初代横綱明石志賀之助さんの手形です。ウィキペディアによると身長がなんと2メーター52センチ近くもあったそうです。日本人でそんな大きな方がいたなんて驚きですよね。彼はこの巨漢から繰り出す力技だけにとどまらず、現在の相撲の技とされる四十八手を考案された人物でもあるそうです。そこで今回は日本の国技でもあり伝統文化でもある相撲の世界へ皆さんをお連れしたいと思います。皆さんこんにちは、ありがとうです。これから大相撲の始まりとされる江戸時代へと向かうわけですが、皆さんは相撲と大相撲の違いをご存知でしょうか。相撲のルーツは奈良時代の古事記や日本書紀の中にある力比べが起源とされています。一方、大相撲は江戸時代に誕生したと言われています。相撲は豊作祈願や豊作占いをするために行われ、大相撲は神社やお寺を建てたり橋を架けたりする建設費を集めるための寄付を集う目的で興行や勧進相撲が行われるようになりました。こういった背景から現在では相撲は競技名、大相撲はイベント名として使われています。力士の方は皆横綱を目指して日々の稽古に励んでいますよね。そこで今回は皆さんに横綱を目指す体験入学ツアーにご案内したいと思います。本来であればまず身長167センチ以上、体重67キロ以上、23歳未満であることが一般の方が力士になるための前提条件となりますが、体験ツアーの特権を駆使しましてツアー参加者全員条件免除とさせていただきます。力士として承認されるためには日本相撲協会に必要書類を添えて力士検査届を提出することから始まります。私たちの世界でいうところの開業届みたいなものですね。ただこの力士検査届を出すためには所属したい師匠となる親方を通じて日本相撲協会に提出するという決まりになっています。親方のいる相撲部屋は全部で45部屋あります。どの親方にお世話になりますか？急すぎて決めてない。そうですよね。ではこうしましょう。今から相撲部屋についてのご説明をいたしますので、その間に考えておいてください。相撲部屋を持つためには年寄りを襲名する必要があり、そのためには3つの条件をクリアする必要があります。条件その1、最低でも小結以上の番付になっていること。条件その2、幕内に在位していた回数が通算20場所以上あること。条件その3、十両以上の関取として30場所以上戦った力士であること。簡単にまとめると、力士なら誰でも部屋を持てるわけではなく、土俵で一定以上の成果を残した者だけが相撲部屋を持つことを許されるということですね。一般社会ですと自力でお店を出したり資金提供してフランチャイズに加入して店舗を持つこともできますが、相撲の世界はかなりの狭き門という印象ですね。日本の伝統文化を守るためにそういった厳しい条件を定めたのかもしれませんね。さて、説明は以上になりますが、お世話になる相撲部屋はお決まりになりましたか？なーにー、話を聞いていて考えていなかっただと？それでは今回は私の大好きだった昭和の大横綱千代の富士関と同じ九重部屋にお世話になりましょう。お邪魔します。親方はもちろん千代の富士関の弟子をされていた千代大海関です。相撲には番付と呼ばれる力士の強さに準じたランキングがあり、この序の口からスタートしていただくことになるわけですが、アメリカの野球にも番付と似たようなランキングシステムがありますよね。メジャーリーグは全部で8段階、大相撲は10段階の順位となっています。こう見るとその差は2段階で大きな差はないように見えます。頑張ればワンチャン横綱になれそうな感じですよね。実は大相撲の番付には続きがありまして、令和6年1月の時点で幕内の前頭は17枚目まで、
十両は14枚目、幕下は60枚目、3段目は90枚目、序二段は98枚目、序の口は17枚目となっておりまして、計296段階、そこに小結、関脇、大関の3段階をプラスしますと、横綱までの道は10段階ではなく300段階あるということになります。もちろん私の動画をご視聴いただいている皆様のことですから、横綱への道は諦めていませんよね。では次に、横綱になるための条件についてお伝えします。日本相撲協会の横綱審議委員会という組織が横綱を推薦する決まりをまとめています。それによりますと、品格・力量が抜群であること、大関で2場所連続優勝、またはこれに準ずる好成績を上げるが条件となっています。横綱審議委員会でふさわしいと決めると、その後番付編成会議と理事会で横綱昇進を正式に決めます。そして日本相撲協会から理事と審判委員が使者になって昇進が決まったことを力士と師匠に伝える伝達式が行われます。この時に大関から昇進した力士は横綱になる決意を口上として述べて、晴れて横綱となれるわけです。品格・力量が抜群であること、これは心・技・体の横綱らしさを兼ね備えているということですね。大関で2場所連続優勝、またはこれに準ずる好成績を上げるというのは、一言で言うなら誰が見ても周囲から認められる結果を出していること、そんな風に解釈できるのではないかと思います。歴代横綱を見てみますと、初代明石志賀之助横綱から第73代照ノ富士横綱まで、1600年から2024年の424年間でわずか73名しか横綱になれた者はいない。これだけでも横綱になることがいかに厳しい世界なのか、そして横綱の価値の高さや素晴らしさが伺えますね。あら？ツアー参加者が減ったような気がしますが、まあ私の気のせいでしょう。あ、そうそう、大事なことを言い忘れてました。大関は2場所続けて負け越すと関脇に陥落します。しかし横綱は何場所負け越しても大関への陥落はありません。あるのは引退だけです。過去に成績不振で横綱を返上したいといった力士がいたそうですが、認められませんでした。横綱は私たち観客を楽しませてくれる相撲を取ってくれていますよね。ですが、その一方で、日本の伝統文化と横綱という名誉ある地位を守り続け、日々計り知れないプレッシャーと戦い続けています。頂点まで登りきったら横綱を守り続ける以外の道はありません。さて、途中で体調不良を起こし緊急入院される方が続出してしまいましたので、断腸の思いではありますが、今回の体験ツアーはここまでにしたいと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。横綱とは、そして相撲の伝統を支えてきた方々の背景を知るツアーになりましたでしょうか。それでは横綱名勝負シリーズの動画でまたお会いしましょう。